今回は、パワーポイントで、ルパン三世風のサブタイトルを作ってみます。YouTube ではフラッシュで作る方法も紹介されていますが、パワーポイントだけでも十分に再現することができます。ぜひ、皆さんも挑戦してみてください。この2つのサブタイトルをご存知ですか？ルパン三世セカンドシーズン、145話の死の翼アルバトロスと、155話、最終回のさらば愛しきルパンは、宮崎駿氏が監督を務めた作品です。このシリーズでは物語はもちろん、キャラクターの動きが繊細で躍動感ある作品なのですよね。何度見ても面白いです。それでは、タイトル動画をご覧ください。どうですか？それなりに再現できていますよね。用意するのは音源だけです。音楽はネットで検索すると見つかりますので、そこからダウンロードしてください。では早速、どんな風に作るのかを紹介します。まず新規ファイルを作ってください。背景が黒なのでデザインから選ぶと良いでしょう。1枚目のスライドには空白。次にタイトルの文字を用意します。フォントのデザイン、大きさはここで調整します。次にサブタイトルをコピペして、1文字ずつにしていきます。文字の大きさを調整しましょう。空白のスライド、サブタイトルに必要なだけのスライドを用意します。サブタイトルのスライドに文字を追加していきましょう。すべての配置が終了したら、ビデオにエクスポートして動作を確認してみます。各スライドの所要時間は 0.15 秒に設定するとちょうどいいみたいです。1文字スライドのしが抜けていましたね。ご愛嬌ご愛嬌。この音源ファイルをサブタイトルに合わせるため、スライド切り替え後の再生にチェックを入れます。チェックを入れたら再度、動画にエクスポートしてみましょう。
タイトルが長すぎて、タイプライターの音が合っていませんね。なので、タイトルに合わせて音源をトリミングし、各スライドに配置することにします。分割するのは、タイプライターの音と、その他の音です。タイプライターの最初の音は、それ以降の音と、微妙に違うようなので分割します。配置が完了したら、再びエクスポートして動作を確認してみましょう。あとはコピペで音源を貼っていきます。改めて、エクスポートしたファイルを確認してみます。いい感じですね。このように音源を切り分けてスライドに配置することができるのですね。以上でパワーポイントの面白い使い方、パワオモでした。ご視聴ありがとうございます。まったねー。